どんなところ期待しますか？いや、この先行後攻がちょっと見たかったんですよね。南雲さんがさっき言ったようにこうですよね。こういう手札からの奇襲のカードが搭載されていることが多い小林選手のデッキ、純正デッキ。と榎木選手ものけぞったように見えましたね。そうですね、そして手数の榎木園選手のデッキですから、でもドローさせたくない。春ららあるんだ。素晴らしい。はい、ここじゃないところに使いたかったっていうところもあるかもしれませんが、そうですね、顔つきからして確かに、それプルリアを受けてしまうともうちょっと展開が非常に窮屈ということで打っていきました。そうですね。トライブリゲートスプリガンズキット、通常召喚、ここに召喚する権利を本当は割きたくないかなと思いますので、そうですね、自分の効果とかで特召喚したり効果で墓地を送ったりしたいカードではあると思うので、なかなか召喚していくタイプのカードではないかなとは思いますが、そうしますと春うららをやっぱりこの弱い展開で打っていいのかというのけぞりだったかもしれませんね。エアボーン、エアボーンですね。ここでエアボーン、デッキからモンスターを無効にして特殊召喚ですね。本来ならおそらくこういうところで使いたいカードではなかったのかなと思いますが、コンボパーツであるスプリガンズドライブリゲードスプリガンズキットもエアボーンなんですけども、合わせ持ちしても展開に使えるのかなり強いなっていうふうに今感じましたね。引いたら完全に自己札ではないっていうところがここは何もなし。慣れてますね、やっぱり。榎木園選手はちょっと自分が理想としたような先行の展開ではなかったようですが、それでも小林選手の妨害はまだありませんので、このまま展開につなげていけるかどうかです。エアボーンで特殊召喚したモンスターは効果無効にされるんですが、例えば2体でリンク召喚だとした場合は、トライブリゲートスプリガンズキットの効果で効果有効な状態で蘇らせることができますので、展開続きそうですね。エアボーン通るかどうかがちょっと細いラインだったんですけど、通ったらもう爆発力ありそうな場面になりました。もうモンスター2体は墓地におそらく行きますので、これでリンクモンスターを特殊召喚して展開を続けていけるか。アーベル、小林選手は、あとは何か他に妨害手段を持っているかどうかです。リンクに考えてるかなというトライブリゲードアームズマウザーです。これでマウザーも効果出ますし、ナーベルの効果でトライブリゲードモンスターも加えられますし、墓地に落ちたトライブリゲードスプリガンズキットの効果でナーベルがまた特召喚できると。3枚とも効果が、全部アドバンテージ取っていく。かつナーベルのリンクする効果まだ使ってませんから、そこからまだ展開も伸びます。これはすごそうですよ。エアボーンへの妨害だけちょっとね、榎木園選手気になったかもしれませんが、うららだけかなりクリーンヒット、G とかでもかなりきつかったんですが、ですので、プルリアに春うららを打った以上展開は通らないと、春うららも使ってしまっていますので、不安だったというところはあったと思いますが、ただ、心配していたところはクリアしました。ナーベルからフラクトール、マウザーでブーケバルス2、このカードもテキストを確認していきます。さらにね、トライブリゲード系のそうですね、2枚墓地を送れますからね。こうしてトライブリゲードの展開につなげていく。もう1枚はトライブリゲードキット、これでトゥーンカードがなくてもトライブリゲードで展開をつなげていく。そして先ほど出していたナーベルを特殊召喚です。墓地のブーケバルス2とキットの効果が反応。そうですね。エクストラデッキから獣長寿重戦士を送れるブーケバルス2リンクモンスターとキットの効果でトライブリゲードモンスターを送っていくので、先ほども活躍したここでキマイラも出て、で墓地にもこのトライブリゲードの3種族がかなり潤沢に溜まった状態。リンクの素材が大量に用意されてますね。4枚分、キマイラ残しとくとしてもキマイラ含めたら5枚分。これで相当盤面は伸びそうです。そして先ほど配信でもお届けしましたが、ここから2につなげることができると。リンク4シュライグからシュライグリンク素材にしてしまえばコミックキャットまでつながる。この展開に向かうものと思いますが、4なのでこれダークラビットまでつながりますね。なるほど、レベル4まで加えられるので一番強いカードに。これで4枚除外していく。かつ、先ほども無限応用ですか。いやきつい。小林選手はしっかりと展開を見てマウザーではなくナーベルに当てていく。いや小林選手もこれトライブリゲード研究してますか。そうですね、リンク対応出させない、引っ張ってましたね。無限包容一番クリティカルであろう場所に当てていきました。
この辺りの駆け引きは見事。そうですね、トゥーンにはつながらないかというところですね。榎木園選手はこの後、ただ盤面にリンクシェア伸びそうなカードはありますので、どこまでいけるか。そうですね。2体でリンク召喚。リンクさんもしくはリンクに、でもそうか、ベアブルム、怪撃のベアブルム。それで入れ替えはできる。まだ墓地をカードを使ってリンクしてない、これ除外から特召喚できますので、手札2枚失っちゃうんですけども、いや、榎木園選手もこれもう手札を投げ打って効果を使っていく。まだいけると、手札からもう増G 殖捨てても全力でいくぞと。これで決めきると。はい、先行の展開を通すしかないですね。これでトライブリゲードキットを選択するかちょっと考えていますが、小林選手もテキストをチェック。この辺りは決勝戦、小林選手も落ち着いている。マルチャミプルリアは不発に終わりましたが、無限包容クリティカルに当てていっても1枚目の無限包容だ。これは強い。ベアブルムが止まってしまう。これで榎木園選手は増殖する G も春うららも失いました。これは笑顔が最後に言われてますね、お互い。 G はね、もう使うしかないというところで榎木園選手、最後の勝負になりましたね。通るかどうかっていうところだったと思うんですが、いや、小林選手無限包容の打つタイミングが見いや事。完璧ですね。やっぱここがビッグアクションですからね。ベアブルム手札2枚失いますから、カード1枚セットしてターン終了。そうこの1枚のセットカードが何か。小林選手はこのカードさえ乗り越えてしまえば、あとただ増殖数 G よりも優先するカードですからね。はい、ダークアイズイそうですね。フェイスを持っていましたか。小林選手は手札3枚スタートでカードを置いて、これでセットカード確認できますが、トゥマインドーンテラー。テラ有効ではないカードでしたね。そうですね、これで榎木園選手の盤面に見えている妨害はありません。ここはここまで。はい、そうですね。投了して次のマッチへと。ここは初動が見えたところで榎木園聖吾選手がサレンダー、小林良平選手が1本目を取りました。なるほど、すごい応酬でしたね。いやともすると榎木園選手がもう相手の妨害は受け切ってそのまま自分の動きにいけそうな、ベアブルムだったんじゃないかなって思いますけども、1枚の差ですね。いや本当に、そうですね、本当に南雲さんが試合前に言っていた、構築のね、そうスロット数のところがこう噛み合って1枚ちょっと小林選手のカード枚数が上回った形になりましたかね。駆け引き見られましたよね。小林良平選手のプルリアを榎木園選手がうららで弾いたところも、あんまりこう動き出しが強くないから、うららを打っていいのか、いやそうですね、これもうもらっちゃってそこそこにして増殖する G と春うららで耐えてもいいのかっていうこの選択から、無限包容を小林選手が打つタイミング、もうリンク体のその特殊召喚の効果を狙い撃ちする、で2枚使ってどちらも防ぐと、これ友崎さん本当に考えられたプレイングでしたよね。いや完全にリンクさせまいっていう意図が見えましたよね。マウザースルーしてましたよね。そうですね。そうなんですよね。デッキからカード2枚墓地を送るって言われたら、やめてって思いますよね。しかも無限包容2枚やったら1枚使っちゃってもいいかとかって思いそうなところをこうプランというかプレーが一貫していましたね。そうですね。ここを止めればもうトゥーンのカードは手札にないだろうっていう読みのもと、しっかりとしたプレーを見せてくれました。ベアブルムの効果を使って手札吐き出すまで持ってましたからね。そうですそうですよね。ともするとやはりこう失礼しました、トライブリゲード時代から小林選手もプレイされていて、当時のプレイの勘どころをそのまま適用して勝ったのかなっていうふうに見えるようなプレーにも感じましたね。やっぱりナーベルとか最初のリンクするときに墓地のカードをたくさん使っちゃうと手数が整っても墓地のカード足りなくてリンクできないとかっていうのが結構起きがちなので、そういった消費が激しいところに妨害を当てるっていうのをしっかりやってたんじゃないかなというふうに思いました。いやそうですね、トッププレイヤーっていうのはこうどこまで知識があってっていうところ、本当にこうその深い知識の一端が見えたなっていうところでは尊敬しかありませんね。どのくらい膨大なカードプールとプレイ経験と、そしてこの勝負感みたいなところで
戦っているのかっていうのが見えた1本目だったんじゃないかなと思いだってますね。今回トライブリゲードを勉強しとこうとかないですもんね。なかったですさすがね。にね正直、これ私ちょっと、僕らはい僕も当時の知識を生かしながら新規カードだけ僕も今調べながらやってましたけども、はい、いやーでもやっぱカードってやっぱただ使ってもやっぱバリューって60点とか70点しか出ないですから、やっぱり100点の発動の仕方打ち方していかないとやっぱ勝てないっていうところがね、やっぱり遊戯王あるんじゃないかなと思いましたから、やっぱりこの小林選手が本当にきついこのベアブルームなんて止められたら本当に嫌ですもん。手札2枚失っちゃいますからそうですね、小林選手はね、先ほどの準決勝の時にもね、うん春うららの使いどころとか、うん非常に手札からのカードの効果の使う居所うんをよく見極めて戦ってらっしゃるなという印象があるんで、本当に歴戦の猛者なんだろうなという印象を受けますよね。本当に私も思うのは、その強いプレイヤーは1枚のカードの効果を最大化する、相手に打たせるカードの効果は最小化する、こういったプレイがうまいなと感じますね。ですね。さあ2本目ということになります、うん小林良平選手対榎園聖吾選手の決勝戦。小林選手が先ほどは後攻から1勝を取りまして、榎園選手の先行で2本目に移ります。榎園選手は今度は手札どうでしょうか。先ほどはちょっと難しい動き出しでしたが、はい、今度は完全なる世界トゥーンワールドからいい動き出しですね。はい、小林選手はここに対して何かあるかどうか。やっぱあくまでもトライブリゲードからトゥーンには行けますけど、やっぱトゥーンから動き出して最後トライブリゲードにつなげたいなという狙いがあるんじゃないかなと思いますよね。この安定感のある、非常にその相手の妨害を受けた時のリカバリー力の高いトゥーンですから、そこから動き出すトゥーンワールドの効果を使う前にまずはエビルボックスの効果を発動です、手札から特殊召喚してデッキからトゥーントラップカードを手札に加えるかセットする効果、はいここはセットする効果を選択です。トゥーンテラーですかね。トゥーンテラーですね。テラをセットしました、細かいですが手札に加えないことでドロール&ロックバードも増やしていると。なるほそしてここで完全なる世界トゥーンワールド効果を発動です。ここに対して雪うさぎ、持ってますね。出ますよ小林選手。これによって完全なる世界トゥーンワールドを破壊していきました。榎園聖吾選手は参戦の際で手札を見ますか。はい、手札を見る方。小林選手残り手札自信ありそうな動きチェーンなし。いやー無限無限ベーラー目次。これすごい。これは理想的な持ち方、はい、また無限包容2枚持ってる。動き出しのカード1枚プラスいやそうですね。そうですね。使える棒が4枚という理想的でしたが、参戦の際でトゥーンのしおりを抜かれてしまうと動き出せるカードはありません。からっていうことになっちゃいますもんね。そうですね。ただちょっと展開も伸ばしたいかと思われますので、どうするか。どうしますか。はい、で小林選手もちょっと見られた後にどうですかといったような表情もね見られましたけども、ちょっと持ってる無限無限ベーラー、いやでももういやもうそうですね。ちょっとしおりあまりにね数が多いので、はい、一旦榎園選手がターン渡してみたいな形ですかね。妨害を受けてしまうのはしょうがないというふうに見えます、ここはもうあとは小林選手次の1枚ドローがどうなるかと。ここで1-4-1です。手札からおーなるほどスライフレームドライバーを墓地へ送って、うんうん、ドライバーにもこういう使い方がありました。ホストとしていい使う。ですね。有効活用。ただコミックキャットではエフェクトベーラーを受けてしまいます、はい、コミックキャット。コミックキャットが出てきましたね。1-4-1からコミックキャット、まあ、あと細かいですけどナーベルとかも出せたりしますよね、レベル1だから。そうですね、はい、あ、ライブリゲートも出せる。確かに選択できる状況にはなってるんですね。トライブリゲード混合デッキだからこその採用カちょっードと珍しいカードかなと思いましたけども、かもしれません、はい、そしてお互いにデッキをカット、参戦の際を使っていますので戻したカードはデッキに戻ってシャッフルです。榎園選手はコミックキャットを特殊召喚して効果を発動は宣言します、使うならどうぞと1枚使まあってください使わせたいですというよよね。消費させて簡単には使わないでしょうが、ああここ考えますか。はい、なるほど、コミックキャットとエビルボックスどちらかを墓地に送ってもらった方が得かを考えていますか。いや細かいところですが、こういった一つ一つ選択がありますね。ポンと使わないですね。
そうですよね。ここから持ってくるのはおそらくファニーダークラビットですから、ファニーダークラビットが残った方が得かどうかを考えていますが、ベーラー無限包容無限包容。そうですね、止めることは容易ですが、打つかどうか。まだ榎木園選手手札もありますもんね。そうですね。ワンフォーワンも使っているので無限包容を打っていく。無限包容。なるキャットほど。これ止めました。もしかすると将来的にマインドスキャンがあった時に、同じカード2枚だと宣言されてしまう可能性がある。よりバリューが減ってしまう。ターン移ってます。これでさあ1枚ドローが何かです。小林選手どうでしょう。手札が1枚リフレッシュされたカード。榎木園選手はトゥーンテラーは現状打つことができませんので、小林選手は何か手数であればチャンスがあります。榎木園選手はトゥーンワールドが場に残っていないことがちょっと痛かった。動き出しになるカードを引けるかどうか。いや、ただリクレストとかも入ってるデッキですからね。そうですね。小林選手はこういった展開をおそらく予想していたでしょう。かなり足回りを強くするデッキ構築。1枚からの動き出しを多めに積みつつ残ったスロットでここからも強いカードをたくさん入れてる。そうですね。そういうデッキですよね。ただやはり後攻ですので、少し動き出しのカードは絞っているかなと思いますが、エクストラデッキも見ながら、確実に1枚しか新しいカード引けてない状態ですから。エフェクトベーラー無限包容も残り1枚が何か。榎木園選手はトゥーンテラをセットはしていますが、場のモンスターはトゥーンモンスターでは今ありませんの で、やはりここもフィールド魔法に依存している、トゥーンの弱みと言えるか分かりませんが、ちょっと噛み合いの悪いところではあります。コミックキャットのチェンジは使える。そうですね。トゥーンワールドがありませんので、リリースするモンスターは自分の場からしか選べませんが、効果を使うことはできます。何か使いますか？いや、迷いますね。ただ手数が1ですので、温存するかどうかも考えているか。いや、難しい。でもターン渡したらやっぱりトライブリゲードギミックもあって、そうですね、一気にライフ削られるような盤面まで構築ともするとね、できてしまうようなデッキですから、お互いちょっと消耗しきってるところもあると思いますよ。手札は決勝戦は時間無制限ですから、もうゆっくり考えていただいて、悔いのないプレーをしていただきたいと思います。小林選手はここはもしかすると何か引きましたかね。これだけエクストラ確認してるとなると、無限包容を打ちますからコミックキャットでしょうか。対象に打ってベーラーを通常召喚、アニマ出せますよ。サクリファイスアニマ。これでなるほど、奪って盤面処理して、一番いい攻撃力を持ってる有効なカードは引けなかったけれども、ちょっと強いカード。いやー、これちょっと榎木の選手をやっばいという、ここに出しちゃったっていう、ちょっとした場所で、これアニマいるデッキでここは厳しいですね。これはそうか、エフェクトベーラー通常召喚の選択肢があったので無限包容から打ったんですね。レベル1モンスター1体ですもんね、アニマ。いや、これで奪われてデビルボックスを奪って打面上昇。これだとコミックキャット戦闘破壊、一番いいアドバンテージ取ってる。これでターン終了。小林選手手数がない中で最善の動きです。どうだ。榎木園選手何かありますか？いやさあ、なんとか返した形ですね。動き出しがあるかどうかですが、今日プレイヤーは何もないところから手数を生み出してきます。ベーラー通常召喚アニマ装備、これは榎木園選手も予想していなかったかもしれませんが、ブラックトールだ。ブラックトール効果発動、これは通ります。取る。小林選手はただ未確定のカードが1枚分かんないですよね。分かりません。ナーベルからここもスルーです。助けてくれるか、ここでトライブリゲードが。いや、榎木園選手右手が光りました。ブラックトール、ナーベル、そしてトライブリゲードモンスターがデッキが手札に加わります。これで榎木園選手の主張は通りそうですが、どうでしょうか。構築の強みが出たか。きっと
1枚から動きますね。トライブリゲードキット、ここはテキストをチェック。小林選手もこの試合も残りの手札1枚もそうですが、次のゲームも負けてしまうとありますので、しっかりテキストをチェックして確認して、何もなし。さあ小林選手何か持ってるかどうかも気になりますね。これでトライブリゲードキットの効果を発動していくか。先ほどは無限放映なりベーラーで止められてしまいましたけども、いや気になりますね、小林選手の残りの手札。2枚除外、リンクに除外。ここに何かあるか。打ちどころではあるが、手を離すか。そうですね、まだ宣言していません。はい、効果発動宣言。使うと。ここに対して小林選手は何かあるか。セットカードはトゥーンテラーが確定。もう一度テキストをチェック。キットは攻撃力700。墓地へ送られた時の効果もありますので、ここはチェーンはなしですか。リンク2のモンスターをエクストラデッキから特殊召喚できます。榎木園選手はこれでトゥーンのギミックにつなげられれば、ここまで伸びていけば大きくトライブリゲードの展開つながっていきそうですが、小林選手の残りの未確定1枚が何かですね。怖すぎます、この大きさ。怖すぎますね。何もないところから無限包容とエフェクトベーラーで盤面を2枚処理してきました。小林選手のこのプレイングです。ということは残り1枚手数のカードではありませんので、妨害の可能性も十分にあります。リンク2、総流で戻していく。アニマを戻していこうということでしょうか。小林選手はテキストをチェック。こちらもなかなか採用は珍しいカードかなと思いますが、自身の手札か場のカード墓地を送って相手の表表示のカードを戻せるのでエビルボックス戻せる。なるほど。で、キットを墓地を送るとキットのデッキ加算に墓地を送る効果も誘発して、スプリガンズキットの方でも使えないテラを送りましたね。に送って、そうか、エビルボックスを戻して使おうという。手数にも使うとアニマの攻撃力ゼロ。なるほど。もあるのかなと思いました。さあどういった選択になるか。榎木園選手はもう手札はありませんので、見えているカードだけ。未確定情報は小林選手の手札1枚。このカードを使っていく雪うさぎ。雪うさぎだ、最後のカード。これでリンク値を奪っていく。ただこれでエビルボックスが手札に加わって総流は破壊されます。ただ場にトゥーンワールドがありませんので、エビルボックスの特殊召喚する効果は使えません。うわ、これは逆にアニマがゼロのせいでキットが自分から先頭。でもアルミラージちゃんと採用してる。サラマングレイとアルミラージを出すかどうかです。これでわざと墓地を。先ほどキット特殊召喚と言いましたが、通常召喚してますね。今度はアニマのリンク先に出していってそうですね、うまく活用していきます。自分のターンなら大丈夫です。これでキット墓地を送られました。効果でトライブリゲードスプリガンズキットの方を墓地へ送って効果を発動。これで展開伸びそうですね。まだ効果使ってないトライブリゲードモンスター特殊召喚できます。ナーベルの効果。小林選手は最後の未確定カードは雪うさぎでした。そうですね、もう打ちどころがなかったかもしれません。盤面の数を減らせるというところで総流に打っていったかなと思うんですが、ナーベルの効果で1体除外して闇スナッチからのリンクに2体でリンク、こうしてつなげていきますが、一旦考えます。榎木園選手も、このターンで決めきるか、もしくはしっかり妨害を敷かないと、トゥーン側は1枚で全てを解決する可能性があります。榎木園選手はここはもう決めきりたいところではあります。しおりなり目次なりとかトゥーンワールドでもいいですし、動き出し多いですね。小林選手の盤面にはサクリファイスアニマ1体、もう妨害はありませんので、榎木園選手はあとは残っているもう見えているカードで8000ライフポイントを取り切る動きができれば、そうですね、1枚ドローさせずにゲームを終わらせたいところです。いや、しかしこの細かいやり取りありましたね。本当に勉強になります。ともすると一瞬アニマにエビルボックス奪われちゃってあわやと思ったんですが、しっかり総流で奪い返して。そうですね、ここも確かに
アニマを戻してしまうと、エビルボックスも墓地に行ってしまうところ、手札に戻って1枚得してますので、細かいですが大事ですね。攻撃力0ですから、いてもらっていいですもんね。全然もうあとは先頭で突破していきたいカードになるんじゃないかなと思います。さあこれでベーラーからアニマもうまかったな。うまかったですね。あれでそうですよね、コミックキャットを処理しないと初動につながっていましたので、あそこは2枚使ってしっかり立つ、見事なプレイングでした。小林選手消耗もしましたけど、アニマ1枚で盤面2枚処理できてましたからね、あれで。そうですね、そして残り1枚、雪うさぎも、しっかり盤面のリンク値を消すことには寄与しました。あとは榎園選手は見えているこの展開で攻撃力8000を作り出せるかどうか。リンク数とか伸ばせるだろうか。バトルフェーズに入ってアニマを処理して、これはもしかするとスナッチーの妨害で耐え切ろうということですか。なるほど。小林選手もね、手札がないですから、最低限の動きで抑え込んでいこうという。さあターンが渡りまして、シャカシャカしている。来いと、いいカード引けと。めくった。さあどうだ。どうする。いや変わるか。まだ振っている。カードの効果変わるか。榎園選手のこのヤミースナッチーの妨害で、ヤミーのシンクロ体とかが用意されてるかとか、キーとかになりますか。いやでも結構このスナッチプラスナーベルで、次のゲーム返せないということで、小林選手がサレンダーを選択、榎園選手が1本取り返しました。いやすごい。面白い展開になっております。面白いどうなっちゃうの次のマッチ。今度は完全にトライブリゲードの動きから盤面を切り返しましたね。うまいこと。いや本当にうまい選手ってこういうなんでしょうね、細かいやり取りになった低速のゲームで手数を生んでいくのがうまいですね。いやそこのしびれますね、アニマは。もし自分が不用意にリンク先のあの位置にモンスター、いつもね普段も気をつけながらここ置かないよって思いながら必ず端っこから置くようにしてるんですけど、いざ本番であの状態でエビルボックス奪われたら、もう僕だったら気絶してるかもしれません。それぐらいな、ないですよね。うわって思いますもん、あそこは。やっぱりミスを咎められたっていうこのメンタルの部分にもダメージがありますよね。決勝戦ですし、いやエフェクトベーラーも僕はもう不用意に使ってたと思いますね。先にやっぱりエフェクトベーラーからって習いますよね。なんか相手ターンにしか使えないから先使っとこうみたいなね。無限包囲取っといてじゃないんだって。無限包囲から使って、多分ということはもう無限包囲を打つ段階から最悪エフェクトベーラー召喚っていうことはもう考えてたでしょうね。すごいなと思いますね。アニマのベーラーからきっちり出せるところがやっぱ全然僕みたいな浅いプレイヤーでは全然考え及びつかない。普段からやっぱ行く卓を持っておかないとですよね。そうですね。もうなんかやっぱコミックキャットを使った展開でプロテクトコードとかのためだけに消費してるアニマばっかりだったなって自分のこの練習の中で思いましたけども、しっかりまくりとしてベーラーを他の用途として使えるんだっていうのも、でもともするとなんかアニマ出始めの時にそういうプレー自分してたはずなのになっていうのも思い出すとね、あったような気もねしますけどね。レベル1モンスターアニマも使えるよっていう2018年度でそうです。そうですか。週刊少年ジャンプの付録だそうです。サクリファイスアニマ長らくお世話になっております。お世話になっております。そうですね。今大会で吸収しているところを2度見ましたから。そうですよね。かつちゃんとトゥーンっていうこのサクリファイスを使ってるペガスのデッキにちゃんと採用されて今回大活躍してますから。もうテーマカードといってもう差し支えないと思いますけども。素晴らしい動きをしています。やはり勝った榎園聖吾選手のライブリゲードの使い方で、うまい妨害の見方、最後も総流出して何かあるなら使ってくださいとで使わせてスナッチーで妨害を引いてどうですかと、お見事でしたね。ちゃんとそのスナッチプラスレベル1のヤミーとかを使って2シンクロしていくデッキなんですけど、ナーベルがちゃんとレベル1で相手ターンに残すことによって自分のターンでのそのデッキが加える効果は
もう使っちゃってましたけど、ナーベル残しておくことによって返しに自分のリソース、そのシンクロで墓地に送ってシンクロ体の効果も使えますけど、ナーベルの墓地効果相手ターンも使ってそうですね。しっかり切り返し用にまたトライブリゲードモンスター加えようという動きが見えましたから、ちゃんと最大値アドバンテージ取ろうとしてるなというふうに思いましたね。もうそこも噛み合いが非常にいいっていうことですよね。うん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 構築からはい、多分もうその動きも想定した上でのってことですね。もともとちょっと少ない割合ではあったんですけども、闇トライブリゲードっていうデッキもありましたから、そういえばありましたね。はい、そこでナーベルとそのスナッチでアドバンテージ取っていくっていう動きをねしてたかなというふうに思いますから、そこの動きもちゃんと残しつつトライブリゲードの動きも残した、すごい噛み合ってるデッキ。はい、ライブリゲード使いは猿王と組み合わせたり、そうですね、ラミーと組み合わせたり、今回トゥーンと組み合わせて、うんうんうん研究量が半端じゃないと思いますね。なんか今後もまた獣だったり獣戦士だったり鳥獣族のいい噛み合いのあるカードたちが生まれるたびにうんちょっとこう付け足してトライブリゲードの動き使っていこうっていう、ね、デッキの構築も見られそうだなというふうに思いましたし、過去には日本選手権の2020年度とかにトライブリゲードプラス楽印みたいなデッキとかがあったりして、まだあんまり使われてなかったメルクイ